こんにちは。お元気ですか？最近世の中もいろいろわちゃわちゃしておりますが、皆さんがお元気で過ごされてるといいなっていう感じで、私も変わらずとりあえず生きております。ということで、毎月恒例の生活費の紹介をしていきたいと思います。今回は、先月3月の1ヶ月の一人暮らしの生活費の紹介になります。いつものように固定費、変動費、社会保険料の順番で説明していきたいと思います。そして最後に1ヶ月の生活費で何にどれくらいを使っているのかっていうのを、パーセンテージで円グラフで出してますので、よければそちらも参考にしてみてください。では、3月の生活費いってみますね。まずは、固定費から、家賃が42,284円、これは毎月変わらないのでね、地方に住んでて 1K のアパート、一人暮らしでございます。はい、結構立地が便利な場所なんでね、駅から徒歩3分、スーパーとコンビニもね、3分ぐらいのところにあるので、とても便利なところで、この値段なのは普通っていうかね、いいかなっていうふうに思ってます。はい、では続いて電気代4590円。電気代ってね、やっぱり冬が一番上がるかな。夏より冬の方が上がったかな、確か。どうだったろう。ちょっと今ね、1年間のグラフを自分で見てるんですけども、電気代が一番上がってるのは、やっぱり1月とかですね。1月が電気代一番高い。前年度とかを見てもね。なのでやっぱり冬が一番電気代高いなっていう感じですね。ガス代とかも全部ですね。水道料金以外、電気代とガス代は冬が一番高いですね。はい。で、今回の電気代が4590円なんですけれども、その前回4324円だったので、前回よりも266円ちょっと高くなってますけども、なんかの誤差っていう感じで、電気代はね、冬はだいたい4000いくらとか5000円くらいの金額なんだなっていう感じですね。私の場合はですね。はい、続きましてガス代、6243円ですね。ガス代は前回よりもちょっと下がりました。前回が8048円なので、前回より1805円低くなったっていう感じですね。で、今回3月支払い分っていうことは2月使用分っていうことになるので、つまり1月に使用した分よりも2月に使用した分の方が今回はちょっと下がったっていう感じですね。単純に2月の方がちょっと暖かくなった日があったからっていうことなのかもしれないですね。ちょっとわかんないですけど、とりあえず、ガス代はねピークを超えたっていう感じでございます。で、続きまして水道料金、3300円。水道料金は2ヶ月に1回支払いが来るんですけれども、ここではね分かりやすく1ヶ月換算の金額で3300円って入れてます。つまりね、この前払ったのは、2月3月の2月3月じゃないや12月1月使用分っていうのをこの2月の末ぐらいに払ったので、それが6600円だったんですね。なのでその半額ってことで、ここでは3300円っていう金額にしてます。水道料金はね、だいたい年間通して変わんないんですけども、だいたい水道料金いつも3300円ぐらいから3500円ぐらいのことが最近は多いかなっていう感じですね。はい、続きまして携帯電話ですね。携帯電話は楽天モバイルを契約して使ってるんですけれども、プラン的にはね、多分一番お安いプランだと思うんですけれども、3ギガまでだったら1081円っ
っていうプランなので、家にいるときはね Wi-Fi につないでるので、いつも最低料金の1081円でだいたいキープしてます。外に出かけてないんでね、家でしか使ってないので最低料金でいつもどうにかなってるっていう感じですね。で次は Wi-Fi ですね。5368円、ソフトバンクエアを使ってて、最初の2年間が3679円のプランなんですけども、3,4 ヶ月前にね、その最初の2年っていうのが終わって3年目に入ったので、金額が上がって5368円になってるって感じです。でいろいろねちょっと乗り換えを考えてるんですけども、いかんせんちょっと面倒くさがり屋なんでね、ちょっとそのまま放置しちゃってるんですけども、近々ねちょっと楽天モバイルのプランに変えようかなっていうふうに思ってます。楽天モバイル、楽天ターボかな、とにかく今ソフトバンクエアなんですけども、楽天の方に変えようかなと思ってます。携帯も楽天なのでね、Wi-Fi も両方使うとちょっと安いっていうプランがあるので、それを考えてます。はい、では以上が固定費でした。固定費の合計は62,866円でしたね。普通っていうかね、固定費は固定なんで、水道光熱費が高いか安いかによってね、ここの金額が結構変わってくるような感じなんですけども、だいたい水道光熱費が安い時は5万円台、高い時期は6万円台っていう感じですね。はい、では続きまして変動費ですね。変動費、まずは食材費から、22,266円。この食材費っていうのは食費というよりも自炊をする上でスーパーで買った食材、お米とかお肉とかお野菜とか自炊するための食材を買ったお金っていうことになるので、間食、お菓子代だとか外で外食した分だとか、そういうのは入れてないです。自炊代みたいな感じですね。でだいたいね毎月2万円以内なんですけれども、なんか知らんけど今月はちょっと高かったなっていう感じです。別にね今月特別なんかいろいろ買ったっていう記憶はないんですけども、多分ねおそらくいわゆるストック食材をいろいろ買う機会があったんじゃないかなっていうふうに思ってます。お味噌とかね、ココアとか、オートミールとかね、なんかそういう1回買ったら 2,3 ヶ月は持つみたいなね、そういうストック食材、あと調味料系とかかな、そういうのがたまたま重なったのかなっていう感じで、今回はなんかすごい高かったですね。逆にね先月はなぜか安かったんですよ。16,603 円だったんですね、先月。なので先月と今月の差がプラスの5,663円になってて、でも先月に比べて今月何かすごい高いもの買ったっていうような記憶もないんで、なんかねストック食材がたまたま高くなっちゃったりとかしたのかなとか、そんな感じですね。はい、では続きましてお菓子代ですね。これはねもう本当に、娯楽として食べるお菓子で、体の栄養のために食べる食事っていうのとは別にしてるんですね。なのでチョコレートとかアイスとかね、おせんべいとかね、そういうやつですね。3,000円以内になったらOK っていうルールをなんとなく自分の中で決めてるので、今回はギリギリ OK なんかなっていう気がしました。去年の今頃はね結構体重がすごい太っちゃってたので、少しおやつ代減らして夏ぐらいはね1,500円とかねそれくらいになってたりしたんですけど、冬ぐらいになるとね、冬ってなんかお菓子とか全体的に食欲出るじゃないですか。なのでちょっと冬の間はね3,000円超えとかもあったんですけど、今回はね、食べるの減らしたつもりもなかったんですけど、とりあえず3,000円以内に収まってよかったなっていう感じです。このお菓子代はねお金の金額っていうよりもね、体の健康管理っていう意味であんまりお菓子代が高くならないようにしたいなというか、
この金額が高ければ高いほど、その体によろしくないものを食べてるんだなっていう感じなので、そういう意味ではね、ここのお菓子代、できたらね1000円以内ぐらいに収まってるといいんじゃないかなっていう気がしてます。はい、続きまして生活用品ですね。2123円、何買ったかな、トイレットペーパーとか買った気がしますね。で生活用品はね結構いろいろシャンプーとか洗剤とかねまとめ買いするときはまとめ買いしたりとかするんで、これは結構月によってばらつきがあるっていう感じでございます。はい、では続きまして、もうその下がね全部0円なんですよ。00000って、これぞね私が引きこもりの鏡というかね、いかに誰とも会わず、いかに家に引きこもっているかっていうの証明にもなるんですけども、あんまりどやるポイントではないんですけども、できたらね一人でもいいからちょっと外にカフェでちょっとコーヒー一杯飲みに行くとか、何かしら外に出て何か行動をするっていうのをね、このメンタルヘルスの観点からもね少しはした方がいいなとは思ってるんですけども、ちょっと3月はねちょっと引きこもってしまいましたので、今月4月は、できたらね何かしらちょっとでも外に出たりとかする意識をもうちょっと持たなきゃダメだなっていう気がしました。で、医療健康とかの項目もね、去年の10月まではスポーツジムに通ってたので、そこで人に会ったりっていうのもあって、それで8,000円ちょっとぐらいのお金はかかってたんですけれども、なんていうのかな、それはもう本当に治療費に近いというかね、予防医療でもあるし、メンタルヘルスっていう意味では医者代と同じっていう感覚もあったので、これはこのね貯金切り崩し生活の時でもここはケチらずにというか、ここをケチったらというか逆にもうすぐ私の人生終わるなっていう気がしたんで、もうねここは私のお金が0円になるまではある程度は投資って大げさなんですけども、ここは払うべくして払うポイントだなっていうふうには思ってます。で今はねちょっとこの生活的にねちょっといろいろ時間がないって言ったら語弊があるんですけど、嘘つけって感じなんですけど、引きこもってるんで結構その頃ね去年の夏ぐらいからねジムに行く時間が惜しいっていうのと、ジムに行くと結構もともと結構その頃疲れる生活を送ってたんで、さらに疲れちゃってこの健康的に逆に体が辛い不健康みたいな感じになってたんで、そういう意味でやめた方が逆に体にいいって思ったんでやめたんですよね。だから本当だったら習慣としてはたまにジムに行って人に会って運動してっていうのはいいはずなんですけども、ちょっと私の体がねその頃めちゃめちゃ疲労してたんで無理にジム行くのやめようって思って、それからすごく体が楽になって、やっぱ一旦やめてよかったなとは思ってます。でねその生活にも慣れてきたんですが、この長期で考えるとねまたちょっと少しは運動習慣を取り入れたりとか、人間に会う機会っていうのをある程度生活に組み入れとくっていうのはね大事なことなので、ちょっとゆくゆくはまたちょっとずつ考えたいなっていうふうには思ってます。ちなみにですね私は結構昔から結構アラサーぐらいの頃から思ってたんですけど、スポーツジムとかね、あとは自分でジョギングするとか、あとはその自治体の運営してるプールとかね、市民プールですね、市民プールの年間パスとかを買って、定期的に泳いだりとか走ったりとか、体型維持のためでもあったんですけども、ある程度自分の体を強く丈夫にというかね、弱い人になりたくなかったんでそういう維持をするために
デスクワークの仕事になった時も極力運動はするようにしてたんですね。でやっぱり健康を維持するっていう観点と、あとね、なんていうのかな、ちょっと独りよがりかもしれないんですけれども、やっぱり国の医療費をね、私は無駄に使いたくないみたいなね、変なね、なんていうかちょっと変なあれがあって、そうそう、だからなんだろう、私はこう風邪ひいたりとか病気になったりする確率をこれで下げていて、自分の健康管理をしていて、その分ね、国の医療費とかを使ってないので、なんていうのかな、偉いなって思ってました偉いなって思ってましたっていうか、それくらいしかね、自分でこう国のためにって言ったら大げさなんですけど、いや大げさだな、そこまでは思ってないな。でもなんか医療費を無駄に使いたくないなっていう気持ちはありましたね。だから自分である程度予防医療っていう形でとか、食生活もとかなんですけども、管理できる分は管理して、その中でね、日常ではいろいろこうひどく疲れることとかね、仕事のこのウェイトとかね、あとはストレスがあることがあるとか、人生の中でいろんな問題が起きてそれどころじゃなくなって、もうおかしくなっちゃうとか、そういうのもあるんですけども、その中でもできる範囲で健康はこう、自分自身でこう保ちたいなっていう気持ちは昔から持ってたんでなんかこれからもね、なるべくだったら健康を維持して、自分が老人になってもね、変にねこういろいろこうお医者さんとか行かずに、自分である程度管理をして、本当にこれは医者行かなきゃダメだっていう時だけ医者行って、極力ね自分でちゃんと健康を保って、そしてピンコロ的な感じでね召されるようにしたいなっていうのはなんとなくありますちょっと何の話だって感じなんですけど、では続いてっていうか、続いてはないですね、全部0円なんで、外食もカフェもないし、どっかにも出かけてないし、誰にも会ってないし、引きこもってるから美容関係にお金を使うこともないし、服もいらないしっていう感じでございました。はい、では変動費の合計は27,097円ですね。食材費が今回は高かったけどその下の0000っていうおかげでね、変動費今月は全然高くなかったんじゃないかなっていうふうに思います。はい、では続きまして、社会保険料ですね。毎回言ってますけれども、国民年金は全額免除の申請をしていて、今現在払っておりません。で、ずっと貯金切り崩しの生活をしてて、去年の10月ぐらいからちょっとずつ収入が今得られている状態ではあるんですけれども、だから、結構生活費とトントンというか、それよりちょっと上くらいの収入、心もとない収入なんですけれども、その国民年金でね、全額免除してしまった、もう2年数ヶ月くらいしてんですけどそれをねできたらどうしようかな、いつからまた払い出して、そして免除した分をまとめて払いたいなとは思ってるんですけど、その貯金はまだできていないとかね、ちょっとどのタイミングでまた払うかっていうのがもう分かんなくなっちゃったんですけど、払わなくてもいいかみたいな気さえしてそうですね、このまま私の収入がもうちょっと安定して人並みの収入ぐらい上がればいいんですけどね、もうちょっと頑張んなきゃかなっていう感じで、とりあえず今のところ0円になっております。はい、では続きまして、国民健康保険健保ですね。これは第10期ぐらいなのかな、そろそろもう今年度というか前年度というかね、最後の方になってきましたよね。最後かな、ちょっと分かんないですねとにかくその私の収入が全然なかったから、毎回の健康保険料の
金額はこれくらいっていうことで、皆さんこの金額の低さはね察していただければと思いますそうそう、貯金切り崩し生活でたまにちょっとお金をちょこちょこっとバイトとか短期のなんちゃらで稼いだりとか、それくらいの生活でございましたのでね、国民年金はこれくらいですね。国民健康保険はこれくらいですね。はい、続きまして、特別出費が今回はありました。動画でもちょっと喋ってましたけれども、携帯電話がねいよいよちょっと調子悪くなってきたんで、買い替えなきゃと思って、こう完全に壊れる前に買い替えなきゃと思ってね、結構頑張ってってほどじゃないんですけど、めんどくさいと思ってたんですけど、でもここで動かなくなったりとかしたらね、もっとめんどくさいんでってことで、もう気合い入れてね買い替えました。携帯の機種自体の本体の金額が29,900円のものでした。中国メーカーかな、OPPOですね。本当は日本メーカー買いたかったんですけどね、今まで使ってたのが OPPO っていうだけで、いろいろ容量が大きかったとかそういう理由で OPPO 使ってたんですけど、今回もねやっぱりお金がねこう収入が得られてない生活でございますので、なるべく安いものっていうことと、機能的にはこれでも十分だし、使い慣れてた OPPO をそのまままた使うっていうのが楽でいいかなと思って、あんま考えずにそれにしました。で、私はこの毎月分割払いとかそういうのが嫌いなんで、こういうのは一括で払う派なので、一括で払ったっていう感じですね。あとは新しく携帯を買ったことに伴って、スマホのカバーとかね、あとはこのフィルムっていうんでしたっけ、画面に貼るやつ、保護カバーみたいなやつ、それを Amazon で自分で注文して買って、その2つの合計がこの1241円だったっていう感じですね。だからスマホのそのデバイス自体というか機械自体がこれだけお金かかったよっていう感じでございました。31,141円ということでございました。はい。ということで、3月の出費はこれで全部言いましたかね。はい。では総合計ですね。総合計はこちらですね。123,204円でございました。だいたいね毎月10万円くらいなので、今回はねスマホで3万ちょっとかかってるので、そんなもんかなっていう感じでございますね。はい。これが3月の生活費でございました。この生活費はね、私あんまりお金をこうケチるためというか節約するために記録してるっていうわけじゃないんですけども、自分の生活の生態がこう現れますよね。特にこの変動費の中の医療健康外食カフェ交際費交通費娯楽レジャー費美容衣類とかね、その辺が0000っていうのはねちょっと危機感を覚えますここにねちゃんとこのお金の金額が入るような生活に、普通の生活に戻れるように亀のペースでマイペースで生きていこうかなと、頑張っていこうかなと、頑張るっていうのは私なりの頑張りなんですけども、頑張っていこうかなっていうふうに思ってます。で今のところもねメンタルが本当にやばくて、油断すると召されてしまうとかね、そういう状態では全然ないので、私もいろいろ前向きにね考えるようになってきて、去年の11月からちょっとずつ収入をね自分で得るようになってきたので、これを増やしていけるように前向きに頑張っていきたいなというふうに思っています。で収入がねそこそこ増えた暁にはまたどっかねもうちょっと田舎に引っ越して、ちょっとね半自給自足じゃないですけど、そういう生活を始めて、ちょっと仲間を募ってニートとかも呼び寄せて、あとちょっと会社員とかでもちょっと私みたいに人生をお休みしたいとかね、そういう人が暮らせるコミュニティを作りたいなっていうふうにちょっと思ったりとかしてますけれども、
ただね、今自分の生活費がギリギリどうにかっていう状態なので、妄想レベルではあるんですけども、そんな風なちょっとしたなんていうのかな、欲望生きる欲望ですね。そういうのが出てきたっていうのは随分回復したんだなっていうふうには思っております。いろいろね、何かが楽しいとか美味しいとかそういうのが全然感覚がね、そういうのが消えてしまったところから、コーヒーが美味しいっていうのだけは分かっていて、そこだけは残っていて、そういうところからね、ちょっとずつどうにか回復していきっていうのがね、4年間経ってわけでございますが、ちょっとずつ自分でお金を今稼げてるっていうのはね、自分でも、褒めてあげたいなっていうふうに思いますね。一般の人から見たらレベルはあまりにも低すぎるんですけれども、国民年金も払えてないしねでもね、別にこれは人と比べることではございませんので、そんな感じでね、今日も美味しくコーヒーをいただいてちゃんと寝れてるからいいかなっていう感じでございました。そうだ1ヶ月の生活費の円グラフですね。円グラフはこちらでございます。こんな感じこの家賃 34.3% ってなってますけども、だいたいね、家賃がいつも 45% とかね、結構半分近くを占めてるんですけども、今回はね、携帯を買い替えたっていう大きい出費があったのでね、この出費のバランスがね、こういう感じになっております。はい、いつかね、ここで洋服代3万円とかがね、普通に入ってくるような、普通の人の生活に3万円もいらないな、3万円とかはね、ちょっと多く買っちゃった月かな。そういう生活になるといいなっていうふうに思っております。はい、というわけで以上が3月の生活費でございました。今日運転免許の更新に行ってきたんですよね。車の免許、ちょうど今年が更新の時期だったんですけれども、免許センターまでね、電車に乗って行ってきました。本当はね、近くの警察署でサクッと終わらせたかったんですけども、警察署ね、歩いて行けるぐらいのところにあるので、できたら警察署でと思ってね、昨日インターネットでその免許更新の予約をしようと思ったらね、なんかもう私の免許更新の期限までにね、もうなんか予約が埋まっちゃってて、予約できそうもなかったんですよ。それで、そんなにギリギリってほどでもないんですけども、でと思って、それで一応ね、その電話でも予約ができるっぽかったので、その更新のハガキ見たらね、でその電話してみたんですね、警察署の予約センターのところにね。そしたらやっぱりね、その警察署の方では予約がいっぱいになっちゃってるらしくて、すいません、できませんねなんて言われちゃって、と思って、そしたらちょっと遠いけど免許センターみたいなところにやっぱ行かなきゃなんですよねみたいな話をして、そうですねみたいな感じで、やっぱダメかと思って、もうしょうがないなと思って、もう早めにやんなかった自分も悪いんだしと思って、免許センターに行きますってことで、その電話でね、予約はしてくれたんで、それはまた自分でネットで予約しなくてもよかったんで、めんどくさくなくてよかったんですけども、なので早速ね、今日行ってきました。久々に電車乗ったりとかしてね、もうめんどくさかったですね。この引きこもりに慣れちゃってるもんですから、外出するのがめっちゃめんどくさかったんですけれども、ただね、この免許センターまで行かなきゃってなった時にね、逆に用事でもないと外出したりとか、電車に乗ってなんてことはまずありえないので、ある意味強制的にちょっと外に出る機会ができたので、それはそれでいいかななんていうふうに思ったりとかしてました。
でね、なんかなるべく早く終わらせたかったんで、朝の予約にしてもらって、結構早めに出てて8時ぐらいにはね電車に乗ってたんですけども、だから結構通勤時間に重なってたのかな。電車結構混んでましたね。東京みたいにめっちゃ満員電車とかそういうレベルじゃないんですけども、普通に立ってる人がいっぱいいるみたいなね感じで、やっぱりねちょっと久々に電車乗って、それがそこそこ人がいっぱいいたりとかしたら、ちょっとね久々すぎてストレスに感じちゃいましたね。帰りの電車はね空いてたんで、それはそんなストレスじゃなかったんですけれども、あとね電車のガタンゴトンいうのがうるさくて、それはねノイズキャンセリングイヤホンちゃんと忘れずに持ってったので、ちゃんとそのイヤホンしてね、このうるさい音をあまりこう聞かないようにっていうか、完璧に聞こえないわけじゃないんですけれども、そのノイズキャンセリングイヤホンしてるのとしてないのでは大きさが全然違うんでね、もう耳へのストレスが全然違うというか、なのでそのイヤホンしながら行ってね、40分くらい電車乗ったんですけどもね、免許センターがある駅とかね、降りたことない駅だったんでね、それでちょっと駅に降りて、若干余裕を持って早めに着いたんであれだったんですけれども、Google マップ見てね、それで行ったんですけれども、最初マップだけ見て、こんな感じで行きゃいいんだなと思ってテク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 歩いてたら、あれなんか違うなみたいな感じで、結局このマップにねちゃんとインターネットにつないでちゃんと現在地でなんだろう、ちゃんとマップで誘導してもらって行きました。そうそう、なんかそこそこ都会だからすぐわかるかなと思ったら逆に分かんなかったですね。思ったより目印になるようなものがなくって、そうそう、最近はね Google マップっていうものがあるから本当に便利だよなっていうふうに思いましたね。うん。そんな感じでね、免許の更新行ってきて、結構サクサク終わって、1時間ぐらいで着いてから免許もらうまでね、新しい免許もらうまで1時間くらいで済みました。でね、あれって思ったんですけども、今まで毎回免許の更新すると古い免許証とかね、穴を開けた状態で返してくれてたんですけども、今回はねなんかこの古い免許証そのまま回収されちゃったっぽいですね。あれ返ってこないんだと思って。そうそう、一応ね今までの免許証をね捨てずにストックしてあってなんか自分の顔がだんだん若い頃から変わっていくのをね見るというかね、それで取っておくというかね、そんなことをしてたんですけども、そうそう、だから今回は免許証返ってこなくて残念だったなぁなんて思ったりとかしました。やっぱね前回からね、私はゴールド免許なんで5年経ったのかな、やっぱりね写真を見たらね老けてましたね。老けてて、もう私もねもう立派な中高年になってしまったんだなと思って、少しがっかりってわけじゃないんですけど、なんか自分が中年とかなってるのが本当信じられないっていうか、写真を見たらやっぱもう当たり前ですけど、とっくに若者じゃないんですけど、もうやっぱり容姿もねちゃんとそうやって変わってきたんだなと思って、ちょっと切なく思ったりしましたね。もう人生も後半に入る年なんだもんななんて思ってね。そうそう、そんな感じで久々に電車に乗って、で終わった後ねその免許センターのすぐ近くにスタバがあったんですよ。それで、今回ね出かけたら絶対スタバ寄ろうと思ってたんですよね。で私が住んでる家のすぐ近所にはスタバがなくって、田舎なんでねで今回免許センター行ったおかげで少し都会に出たのでスタバがあったんですよね。それでなんでスタバに入りたかったかっていうと、この前誕生日の時にね
友達がLINE ギフトでスタバ券送ってくれたんですよ。ドリンク券700円とフード300円っていうのを送ってくれたんで、なんかね、スタバで絶対なんかこう出かける機会があったら絶対スタバ寄んなきゃと思っててその機会がね訪れたんで、それはすごい逆に今回こう免許センターに行かされてよかったんじゃないかななんて思ったりとかしました。でね、700円のドリンクって言ったらね、もう普通のコーヒーとかじゃなくて絶対なんちゃらフラペチーノとかね、そういうのを頼む金額じゃないですか。なので普段はね、私スタバとかでそういう甘いものって飲んだこと、まあ、スタバに限らずね、私飲み物は甘いものあんまり好きじゃないんですよ。食べ物はめちゃめちゃ甘いもの好きなんですけども、飲み物に関しては甘い飲み物は好きじゃないっていう、なぜかそういうあれなんで、スタバとか行ってもね、紅茶とかね、あのコーヒー飲むんであれば普通のブラックのコーヒーしか飲んだことなくて、多分ね、スタバが日本に入ってきた頃物珍しくて1回ぐらいフラペチーノをね、若い頃に頼んだことはあったかと思うんですけども、だから今回全人生2回目のフラペチーノとかでしたね。そうそう。で、なんか季節限定のなんちゃらとかあったらいいなと思ってたんですけども、例えば今だったら桜のなんちゃらフラペチーノとかね、そういうのがなんか特にめぼしいものがなくて、普通のね、エスプレッソアフォガードフラペチーノだったかな、そういうのを頼みました。単純に甘々のあのそういうやつでした。そうそう。でね、注文する時に店員さんとかに、そんなにね、混んでなかったっていうのもあって、なんか普段こう、甘い飲み物とか飲まないんですけど、こういうチケット友達がくれたんで、せっかくなので、ちょっと甘いもの飲んでみたいなと思ってるんですけど、何がいいですかねとか、今季節限定のやってたりしないんですかとかいろいろ聞いて、それでね、結局それにしたん。あとサンドイッチもね、食べましたね。ハムチーズサンドみたいなやつね。でね、そうやって店員さんに相談して、いい感じの若い店員さんでいろいろ話をしてそれにしたんですけれども、それでゆっくり座ってね、こうぼーっとしながらこう甘々のフラペチーノ飲んだりサンドイッチとか食べたりとかしてゆったりしてたんですけれども、そしたらさっきの店員さんがね、ちっちゃい試飲用の紙コップみたいので、あのブラックコーヒー、普通のコーヒーを持ってきてくれて、どうぞって言ってくれてね、それがすごい嬉しかったですね。私が普段こう甘くない飲み物しか飲んでなくって、今日はちょっとチケットもらったからそういうのを頼んでるんですみたいな会話をしてたから、ちょっと気を利かせて、もしかしたらブラックコーヒーを持ってきてくれたのかなと思ったんですけども、すごい嬉しかったし、ありがたかったですね。やっぱりこうサンドイッチとか食べて、甘々のフラペチーノも美味しいんですけれども、やっぱりね、こう普通の甘くないコーヒーがそこに加わったらね、断然いいなって思いました。そうそう。で、結構ね、そのコーヒーも美味しいコーヒーでしたね。あのなんか私スタバではね、あんまりコーヒー飲まないんですよ。なんか最近ではたまに飲むこともあるかな、どうだろう。なんかこんなこと言ったらあれなんですけれども、あのもう10年くらいかな、あのスペシャルティーコーヒーの豆のコーヒーしかこう飲まないっていう風に決めてたもんですから、スタバがね、そのスペシャルティーコーヒーとその次のグレードくらいのこの微妙なラインのお店なんですよね、スタバってなので基本的には飲まないってことにはしてたんですけれども、たまにスタバでね、その時たまにいい豆使ってる時とかがたまに、なんだろう、それもなんかのこう限定のやつだと思うんですけど、たまにすごい美味しいのが出たりとか、あと作り方とかその店とかその時とかにもよって違うのかな、たまに美味しい時があるんですよね。で、今回の試飲のはすごく、試飲っていうか持ってきてくれたのはすごく美味しかったですね。なんかすごいスタバに対してなんか
今ディスっちゃったみたいなことを言ってるんですけど、っていうか、スタバが悪いんじゃなくて、なんていうのかな、スタバも美味しいんですけど、あのえっとねなんだろう、私前にえっとね JBA のバリスタの資格を取ったことがあって、その資格って、このカフェ業界とかでのこの働いてる経験があったりとかしないと受けれない資格なんですね。でもなんかそれ系のスクールにこんだけ通って、こういうことをすれば受験資格が得られるっていうやつで、私別にカフェとかで働くつもりなかったから、わざわざそのためにね、スクールに通ったことがあるんですね。焙煎とかも勉強したかったし、なかなか個人ではできないことができるので、そのコーヒー関係のスクールにね、週末に通ってた時があって、それは東京に住んでる時なんですけれども、都内だとねそういうスクールがこうあるので、それはあのやっぱ東京っていいなって思ったんですけども、やっぱりね遠くから毎週飛行機に乗って受けに来てる人とかもいたくらいなんで、あのそういうスクールがあるのは東京って本当いいとこだなと思ったりしながら通ったりとかしてたんですけど、ちょっと話それちゃったわ。とにかくねそこに通って、その受験の資格を得て、JBA のバリスタの試験を受けたりとかして、そこでなんていうのかな、学んだというかね、あと実技を練習したりとかね、いろいろしたんですね。でその時の学びの中の一環で、とにかくね技術とかもすごく大事なんだけど、大事なのはこの舌で味が取れることだっていうのをすごく言われてて、だから必ずスペシャルティーコーヒー以外のコーヒーは飲んじゃいけないっていう風に言われてて、だからそれをね私はね愚直にというかスクールを卒業してもう全然関係なくなった今でもずっとそうしてて、コーヒー飲む時は味を取るっていう意識をすごくしてたりとかして、で私がねこの元来結構やると決めたら突き詰めるタイプなので、あの結構なんだろうねそういう感じでございます。だからその頃はねコーヒーと言われる書籍は全部買って、お店にショップっていうか本屋さんに売ってないのとかはねいろいろネットで取り寄せたりとかして、そういうのを読み漁ったりとかね、いろいろ自分でノートにまとめたりとかね、そういう結構なんだろう突き詰めるタイプなんですよね、私は結構でその頃は普通にサラリーマンもしてて忙しかったんで結構それ大変だったんですよね。こう土曜日とかにそのスクールに行って、平日はこの会社から帰ってきて夜にいろいろコーヒーの入れ方とかね、そういうのをいろいろ自分で温度はこれにして、粒度はこれにして、豆の引き方はこうしてとか、なんかいろいろやって、でさらに味を取るために自分でこのカッピング用のスプーンで何回もやって、それでコーヒーを飲みながらそのまま寝落ちして朝になって仕事行くとか、そういうことも結構してたので、結構今から思うと体つらかったなって思いましたね。それでさらに週に2回はこの運動のジムでスポーツで体もちゃんと鍛えなきゃとか思ってたので、結構つらかったなっていうそんな思い出があるんですけども、だからそういう理由でこのスペシャルティーコーヒー以外は飲まないっていう風に決めてるっていうのがあるので、だからあのそういう理由でスタバは多分雰囲気っていうか飲んだ感じ的にスペシャルティーコーヒーを多分たまになんかで使ってる時もあるのかもしれないけど、あとたまに入れ方もあるのかな、なんかちょっとこれ入れてから少し時間経ったの出してたりしてんのかなと思う時もある時があって、とにかくスタバはちょっと微妙な時があるので、基本的にはコーヒーは飲まない。スタバに友達と行った時は紅茶を飲むとかね、そういう風にはしてましたっていう話でございます。はい。
なんだろう、話がちょっとそれちゃったんですけど、そんな感じでちょっとスタバでゆっくりして楽しい時を一人で過ごして、久々に都会、比較的都会に出てちょっと人間をいろいろ観察したりとか、いろいろ考え事とかして、家から引きこもってない、ちょっと外に出たので、ちょっと刺激がねあってよかったかなって思いましたね。で、今後どうしようかなっていろいろ考えたりとか、なんかいいアイディア湧かないかなって考えたりしながら、ちょっとねこう何駅かってほどじゃないんですけど、乗り換えの駅までねちょっと歩いてみたりとかしてね、でそしたら商店街があったんで、そこもブラブラ歩いたりとかしてね、でなんか適当になんとなくその辺を冷やかしながら、買いたいものも見つからずそのまま帰ってきたっていう感じで、数ヶ月ぶりにこう外の世界に出たっていう感じですね。そんな感じで今日はちょっと疲れたなっていう感じで、冬の間はねちょっと朝起きるのも遅い習慣になってたので、今日を機会にねちょっといいきっかけなので、起きる時間を明日からまたちょっと早めにしようかなと思いますね。7時ぐらいかなに起きる習慣にしてったらいいかなっていうふうに思ったりしました。そんな感じで今日は久々に外に出ましたね。で今日はだからね、近所に出歩く格好じゃなくてね、ある程度外出着というかね、おしゃれってほどじゃないんですけど、こうみっともない格好はしたくないし、自分でもこういう格好がしたいなとかね、自分の好みもあるんで、久々にこう外出着を着たんですけれども、そしたらね一応着るものは前日の夜に決めてたんですけど、自分がすごい太ってたってことに気がつきました。ズボンがねきつくてびっくりしちゃって、今までちょっとゆるっと履いてたパンツとかもあのぴったりになってて、あとなんかね腰回りがすごい厚みを増してて、びっくりしちゃって、ちょっとショックを受けましたね。なんでこんな腹出てんだろうとか、中年的な体型に私めっちゃなってるしと思って、こう家に引きこもってずっとパソコンばっかいじってる生活なんで、当然といえば当然かもしれないし、あとは年齢とともにね自然にそうなってくるっていう、ある意味標準的に健康的にっていうのかな、普通に生きてても太るのが普通だと思うんで、多分ね中年期になってきたらね、アラフィフ世代になってきたらね、だからちょっとでも嫌だなって思いましたね。なんかもう何なんですかね、やっぱ嫌ですね、腹出てると。でも食べたいものは食べたいし、困っ困ったなっていう感じで、ちょっとその辺もね今後どうしようかなっていう風に考える機会になりましたね。やっぱね近所を出歩いてる分には太ってたってあんま気にしないんですけども、やっぱね自分がこういうの着たいなっていうイメージをしてる服が着れなくなるっていうのは嫌ですね。あとその服を着た時のこの形とかが結局違っちゃうじゃないですか。この出るラインとかがあとパンツとかでもこの長さとかが若干変わってくるじゃないですか。この腹回りが分厚くなるとどうしてもちょっと上になるっていうかになるので、そうそうだからね、なんていうのかな、この服の組み合わせとかってちょっとお絵描きを楽しむのに似てるじゃないですか。こういう自分であれこれ組み合わせたりとか、形を組み合わせたり、色を組み合わせたり、素材を組み合わせたりとか、あとは最終的に自分っていう人間に合ってるかっていうの、その組み合わせとか、あとその日の気分でちょっとこういう色を入れるとか、あと少し自分がなんか主張したいものを少しだけ表現してみたりとか、ちょっと奇抜な色を実は一箇所入れてるとかね、なんかそういう楽しみってあるじゃないですか。なんていうか本当お絵描きをしている楽しみと同じような感じで、なんかそういうのが自分の体型によってできなくなるっていうのは、なんかそれはそれですごいストレスだし、なんかこういうイメージで着ようと思ってたのがなんか着た時のラインがあれみたいな何これとか、この
横を向いた時の体の厚みとか、このパンツのラインこういう感じで出る感じじゃなかったのにとか、もなんかこう、なんですかね、あの時のズドーンとしたショックというか落ち込み具合っていうのはあるので、なんかこう外出着を久々に着て思ったのは、外出着を着てたからこそ少し痩せようとかね、体型を最低限は維持しようっていう気持ちが生まれていたのかもしれないなっていうふうにね、思いましたね。なんかそんな風に思ったりとかしました。あとね、こう電車に乗ってて思ったのは、もう引っ越してきてすぐにも思ったんですけど、4年ぐらい前に引っ越してきて、やっぱりね、こう東京都っていうか、あの辺に住んでる人とこっちっていうかね、田舎全般に言えると思うんですけども、に住んでる人とかだと、やっぱね、こう田舎の方がね、服装がラフだなっていう風に思うんですよね。だからちょっとその辺はね、こうちょっと楽ちんな気持ちはありますね。こう電車とか乗ってても、ことごとく結構みんなこうそれ家着かなみたいなこのパーカーとかね、このパンツとかもゆるっとしたやつとか、最近はこうパンツ自体がこうゆるっとしたのが形的には流行ってるっていうのもあるのかもしれないんですけど、そのパーカーとかそういう系もね、なんかこうなんだろうな、こう東京とかでも全然パーカーとか着てる人いっぱいいるんですけども、ちょっとなんていうのかな、外着っぽいパーカーなんだろうこっちで見るのは、なんか色とかこう素材のくたっとした感じとかもなんかね、家着っぽいっていう感じがあって、なんかそういうの面白いなっていう風に思ったりとかするんですよね。で別にね、東京都に住んでる人がみんなおしゃれかっていうと全然そんなことなくて、なんか私が思うのは、おしゃれな人はすごいおしゃれなんだけど、ダサい人はめちゃめちゃダサいっていうね、それが極端にいっぱいあるのが面白いなって思って、だから人間観察というかね、ファッション観察をするのにもね、やっぱね、あの地域おもれえわっていう風にね、思ったりとかしましたね。そうそう、そんなことをね、久々にちょっとまた電車とか乗って思ったっていう感じでございました。そんな感じで、はい、それではまた。